ようこそレオチャンネルへご視聴ありがとうございます。この男の子の犬の名前はグレッグです。グレッグは熱いアスファルトの上を動かすことのできない後ろ足を引きずり、幾日もよろよろと歩きながらさまよっていました。しかし、かわいそうなその姿を見ても、誰一人彼を助けてくれる人間はいませんでした。2024年7月、ブラジルで活動する動物保護団体プロテクトアニマルズワールドワイドは、後ろ足の不自由な犬が街の通りをさまよっているという緊急連絡を受けました。通勤途中に偶然犬を見つけ、動画とともに通報してくれた女性が近隣住民に尋ねると、犬は1週間以上も前からこの辺りを食べ物を探しさまよっているのだと言います。保護団体の救助スタッフは現場に駆けつけると、すぐに犬を安全な場所に移動させました。男の子の犬に何が起こったのかは分かりませんが、弱々しく痩せ細り苦しんでいるのは明らかです。犬は今まで人間から優しくされたことなどなかったのでしょう。スタッフが体を触ろうとすると、大きな声で吠え、こっちに来るなと威嚇し、噛もうとします。スタッフは到着まで犬を見守り続けてくれていた女性にお礼を告げると、犬を車に乗せ、24時間体制の緊急動物病院へ急ぎました。病院での受付時にグレッグと名付けられた男の子の犬は、ここがどこかもわからず、とても怯えており、落ち着かないようです。そして、グレッグは明らかにひどい痛みに苦しんでいます。ブラジルの熱いアスファルトの路上で、何日も食べ物と水を求め、後ろ足も動かず、痩せ細った体を引きずりながら、グレッグが経験した苦しみは想像もつきません。グレッグは非常に衰弱しており、ブラジルに生息する馬バエの一種であるアブに寄生されていました。また、手足と体に古い怪我を負っており、脊椎に触れると極度の痛みを感じ直立することができません。さらにグレッグは、なぜか指の一部を失い、骨が露出し、海性の分泌物が多く出ています。彼がひどい人間から傷つけられて通りに放置されたのか、あるいはさまよっているうちに暴力を受けたのか、今となっては知ることができません。グレッグはひどい痛みで死にかけていましたが、彼を助けてくれる人間はいませんでした。現在、極度に衰弱し、貧血と感染症がひどく、発熱があり、体温を安定させるために治療中です。また、腰のあたりには、地面で擦れたような広範囲の脱毛もあります。あくる日、鎮静薬が投与されたグレッグには、さらに詳しい検査が行われました。レントゲン写真で、腰椎不安定症による症状が見られました。腰椎が何かの原因で障害を起こし、バランスが崩れている可能性があります。今後、整形外科の専門医の診察を受ける必要があり、これがグレッグにとって次のステップとなります。グレッグはどんな犬も経験すべきではない悲痛なトラウマに耐えてきました。現在、必要な治療をすべて提供するために全力を尽くしていますが、彼の状態は依然として予断を許さない状態です。グレッグは CT スキャンを受け、可能性脊椎炎であることが分かりました。可能性脊椎炎は背骨に細菌が感染した状態で、はじめ腰痛が起こり、進行すると手足のしびれや感覚の障害が起こります。診察を受け、痛み止めや抗生物質、そして神経の炎症を抑える薬などを服用することになりました。また、週に2回、理学療法士によるマッサージや運動療法を受け、
筋肉の強化と関節の動きを改善しています。ありがたいことに、グレッグは自分で食事をとることができるようになりました。しかし、未だ彼は非常に衰弱しており、状態をさらに悪化させている可能性もあります。この状態を回復させるには、まだまだ時間がかかり、さらに深刻な怪我がないか、定期的に CT スキャンで確認する必要があります。救助から5日目、グレッグは薬を服用し続けながら、体温が安定し、排尿量も増えています。昨日は神経科医の診察を受け、薬を変更してもらいました。医師によると、グレッグの排尿量の増加は未だ間隔があり、再び足の動きを取り戻す可能性があることを意味しているといいます。彼はまだ尿道カテーテルを通して排尿しており、週に2回理学療法を受ける予定です。グレッグは人生で2度目のチャンスを得るために懸命に戦っています。救助から2週間が経過しました。自分の力で何とか立ち上がろうとしているグレッグを見てください。彼は諦めることなく、再び歩くことを願い、過酷な運命と戦っています。本当にいい子です。投薬による治療、理学療法セッション、MRI 検査も継続していますが、状況によっては、その一部を今週中に終わらせることができるかもしれません。救助から20日が経過しました。皆さん、グレッグの素晴らしい回復を見てください。ほんの数週間前、グレッグは全く歩くこともできませんでした。しかし、わずか数週間で、グレッグは後ろ足を全く使えない状態から、小さな一歩を踏み出せるようになりました。グレッグはとても優しい子で、投薬、治療、理学療法セッションで順調に回復しています。最初に救出された時、彼が牙をむき出し、スタッフを威嚇していたことが信じられないほどです。引き続き、週に2回の理学療法を受け、医療スタッフは回復状況を継続的に監視していきます。グレッグが救助されてから1ヶ月が経過しました。彼の頑張りを見てください。再び歩けることを願い、諦めることなく一生懸命戦っています。ほんの数週間前、グレッグは一生歩くことができないのではないかと思われていました。未だに週2回の理学療法セッション、投薬、その他の治療を継続していますが、良いニュースは、グレッグには手術の必要がないということです。2024年8月、救助から1ヶ月が経過しました。素晴らしいグレッグの回復を見てください。ついに彼は自分の足で歩くことができるようになったのです。ほんの1ヶ月前、グレッグは立ち上がることさえできませんでした。ブラジルの路上で体を引きずっているところを発見されたグレッグは、ひどい痛みに苦しみ、とても痩せていて、弱々しく、すべての人間を恐れていました。数回の検査の後、医師は、彼が可能性脊椎炎を患っていることを発見しました。それが、グレッグに、ひどい衰弱と、運動障害を引き起こしていることが分かりました。スタッフたちは、グレッグが再び歩けることを願い、投薬と理学療法による治療を開始しました。グレッグは、まるで、スタッフの気持ちに応えるように一生懸命頑張り続けました。そして、その結果は素晴らしいものでした。グレッグの奇跡的な回復は、私たちに生きる力の大切さを教えてくれます。やがてグレッグが新しい家族と共に幸せな日々を送れることを心から願っています。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録いただければ、とっても励みになります。よろしくお願いします。